春の AI&ML チャンネルにようこそ。ここでは人工知能や機械学習に関する話題を発信しております。AI 流行ってますね。実は今の AI ブームは3回目だってご存知でしょうか。人工知能研究は1950年頃から始まりました。そして今までブームと冬の時代が交互に訪れてきています。最初の AI ブームは1950年代から1960年代頃にありました。この頃の AI は論理的な思考に基づく推論や探索が特に研究されていました。この時代に研究されてきた論理型 AI のことを古き良き AI、Good Old-Fashioned AI と呼びます。古き良き AI の例としては、数学の定理を証明してくれる自動定理証明、解決すべきタスクを実行するためのプランを作成する自動行動計画、あるいは自動翻訳などがありますね。しかしながら論理型 AI は複雑でノイジーな現実社会の問題の多くを解けないということが分かってきて、一気に衰退していってしまいました。それが第一次 AI ブームの終焉でありました。第二次 AI ブームは1980年代頃に始まります。第一次 AI ブームで流行っていた論理型 AI は実問題を解決するには十分であった。論理的思考が備わっていても知識がなければ始まらない。なら AI に知識を与えてやればいいじゃないかと。こうして第二次 AI ブームは人間が知識を AI に与えて推論をさせるというエキスパートシステムが主流となりました。多くのエキスパートシステムが開発され、日本では政府主導の第5世代コンピューターという大型プロジェクトなんかも出てきましたね。しかしながらそのうち人々が気づき始めます。知識というのは膨大なものです。世の中にある膨大な情報すべてをコンピューターが理解できるように書き出すというのが不可能でした。結局エキスパートシステムは膨大な情報を必要としないタスクにしか活用することが難しいということが分かってきました。こうしてエキスパートシステムは徐々に衰退していき、1990年代後半にまた再び冬の時代が訪れました。そして第3次 AI ブームというのは2000年代から2022年現在まで続いているこのブームのことですね。エキスパートシステムの弱点は人間が AI に知識を与えなければならないという点でした。第3次 AI ブームではその知識獲得を AI にさせるアプローチ、機械学習というのが実用化されてきました。実は機械学習自体は第一次 AI ブームの時代からずっと研究されて続けてきたんですけれども、2000年代に入って GPU など計算機の改善があったり、あるいはインターネットの普及によって集められるデータ量が増えて、いわゆるビッグデータが使えるようになったのです。これらの要因から機械学習は現実問題の問題を解決するまでに活用されるようになりました。果たしてこの第3次 AI ブームがいつ終わるのか、私としては少なくともあと10年は続くんじゃないかなと想像していますが、まあ誰にも分かりませんね、これは。皆さんは AI ブームどのくらい続くと思いますでしょうか。ご清聴ありがとうございました。コメントご意見などありましたらお気軽にご連絡ください。